現在43でございます。僕は39になった年でございます。4つ違いなんでね。王子の星になりたいなっていうのはね、これめっちゃ言ってるんですよ。衰えた部分とかっていうので言うと、集中力だとか、その闘争心だとかっていうのは、まさにそれ言おうと思ってました。引退は考えるっていう。カプコンカップ出てる我々に引退は考えるって。皆さんこんにちは。ビジネストロートGの時生でございます。本日は、対談企画ということでこちらの方に来ていただいております。よろしくお願いいたします。はい、どうもです。ゲットネーションフォーカスページ所属板松明です。お願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、今回なぜこの2人なのかと言いますと、私時生と、ザギさんは、今ねちょっとした共通点があるんです。共通点、はい、まず第1にカプコンカップ、この年にしてこの年にして2人とも出ているということでございますね。なるほどね。はいはいはい。あとはまあストリートファイターリーグの、リーダーであったりとか、お互いね、あともう1個ぐらいあったんだ。そして若手が台頭しつつあるこのストリートファイター6において、かなりの年長者と僕ももうなってしまいました。年長さ、なるほどね。ちなみに先輩お年は、もう現在43でございます。43で僕は39になった年でございます。4つ違いなんでね。もうでもかなりね上になってしまったということはあるんですが、まあそこら辺を含めて今回は対談させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。まずはですね、なんといってもカプコンカップ出場いち早く決めたということでおめでとうございます。ありがとうございます。まあそれは時にもね、じゃあいや僕もねようやくねおめでとうございますなんですけど決めることができて本当にね嬉しい限りではございますが、どうでしたECT の大会。一枠しかない中、アメリカまで行って、数%ぐらいはあるかなみたいな、勝率的にはね、なくはないぐらいな感じだよなと思いながら行って、なかなかでも、日本から行く人少なかったっすよね。そう少なくてもう梅ちゃんしか行かないっていうから俺もなんか、逆にそれが、チャンスにも、盤面的にも結構ラシードとかガイルとか結構勝ち上がりそうな。なんかエドがやっぱ少ないんじゃないかって思うね。少なくて狙っていったっていうのは聞いてますね。もう絶対ラシードガイル絶対上にいるじゃんみたいな感じだから、それをうまくチャンスにできればあるかもなと思ったら、まず結構そこは読み通りで当たってましたもんね。当たってた。もう絶対当たるだろうなと思ってたから。ガイル、最後はなぜかマノンと。そうアイドルマノンはちょっと計算外だったけど行ってよかったな。もう行ったの偉かったなっていうね。本当にだってやっぱルールが昔何十人も回ってたじゃないですか。私らも30人ぐらい行ってる大会も、エボじゃなくてもあったぐらいですけど、僕なんかもやっぱルールが変わって1枠になって、これ日本で練習結構今 SFL の前の練習ってすごい充実してるし、それと天秤にかけた時に、やっぱ行かない方がいいんじゃないかなっていう思いで行かなかったプレー結構多いと思うんですよ。そんな中行ってね見事取ってくる。日本勢こそいないものの、やっぱアメリカ中からプレイヤー集まってきましたし、そうね、もちろんね、そこで取ってくるっていうのはね、お見事ですよね。もうだからよかったなっていう本当に。もう少し言うとちょっと SFL がうまくいってなくて、ちょっと戒めの意味も込めてみたいな。ここでやっぱ一発気合い入れるために流れ変えるためにだったりとか。でも手応え自体多分あったんですよ。結果 SFL の結果自体は出てなくてもやっぱのじ合いの成績とランクマとかねすごいポイントも高い状態維持してましたし、だから年齢もやっぱかなり上の方の方がわざわざアメリカまで行って取ってくるっていうのは、僕らみたいなそれよりちょっと下ぐらいのメンツも、まだまだいけますわなということを思ったわけであります。これはね俺もよく言ってんだけど、俺はちょっと王子の星になりたいなっていうのはね、これめっちゃ言ってるんですよ。なんかやっぱマジで若手に押されてるみたいな組織性、やっぱゲーム性もあって、そん中王子でもやれるっていうのを見せたいっていうこの純粋な気持ちを、これはかなりねいいモチベーションに持ってってるなっていう。いつの間にかね王子になってますからね。僕らだってまだ若手の頃から僕ら一緒にやってましたから。ね、学生の頃から大体敬語でねゲーセンの中ではね出ましたね喋ってたのに
どんどん敬語の、ウエイトが減ってきてね。で、過去のカプコンカップについてなんですけれども、はいはい。ザンギさん2017年で5位。はいはいはい。で、2018年で2位。うん。もうかなりの好成績じゃないですか。確かに、いや、そうだね、言われてみれば。そうですね、僕だから2017年はね、はいカプコンカップ準優勝。でもザンギさん、やっぱりでっかい大会ほど成績いいですよね。ああ、そうかもしんないし、なんだろうな、そこを目標に、その時に自分のベストをこう持ってこれるようにっていうのをやっぱ結構意識してるとかで、まあまあ、甲子園ってそうじゃないみたいな、そういう。まるで甲子園経験者のような。確かに。甲子園じゃないね。まあだからまあ部活、水球をやってて、そう、部活少年としては、やっぱこの大会までに自分のこうベストっていうのを、こう持っていくっていうのがやっぱ、まああるんじゃないかなっていうところで。なんか水球時代のそういう経験が、まあ、生きてるのかもしれない。参加、早々と決めて。どうですか今のところ。だから今は、そう、自分のね、理想の状態に、どんだけ近づけて、本番迎えられるかっていうのはやっぱもうね、まあ、本当に楽しみで仕方ないなっていうぐらいの気持ちで、やっぱストイックできてるっていうね。それはやっぱもう嬉しいよね。はい、そして SFL、お疲れ様でした。そうです。で、ザンギさんといえば、SFL っていうイメージは、まあ結構あって、SFL の前身となる、レイジオールスターリーグっていうのがあったんですよ。レイジリーグね。あの時に、マチャボーガチ君と一緒に組んで優勝。で、次の年も、もっちゃん、木村君っていう、なかなかね、マニアックなチームっていうか、そうだね。そう。で、行って、で、優勝です。で、2連覇ですよ。当時は、もう完全にそのチームリーダーが全部決めれる。誰をドラフトで取るかっていうのを決めれるんで、よりそのチームリーダーの手腕が問われる。で、そんな中でやっぱザンギさんがその2連覇。しかも、みんなが行くところを行かなかったんですよ。ドラフトをあえてちょっと外してというか、チーム戦だったらこういう人生がありなんじゃないのとか、チーム戦ならではのそういうところを生かしてる印象が僕はすごく強かった。確かにドラフトっていうのもね、なんかそのゲーム内ではない部分の読み合いが問われてるみたいなところで、それは水球であったんですか？いや、ないそのね、みんなが集まるそのところってやっぱレッドオーシャンなんだよ。レッドオーシャンはね、美味しくないですよ、基本的には難しい。だからレッドオーシャンを外すっていうのは結構優先度が高いっていう感じなのかな。だからそのね、メジャーなキャラよりもなんかね、みんなが使わないようなキャラを使うっていうのも結構自分の中ではそこも優先高いなとか、多分そういうのが本質的にはあるんじゃないかな。なるほど。そう、みんながやってない商売をやるとか、多分。それが板橋オーシャンであります。板橋オーシャンでしたよね。名前確か。関野さんが結構よく北村さんと同じチームだったので、すごい。そう。時々フレーム。2020ですか、あれは。まあ今から4年前。で、その時にザンギさんがチームリーダーじゃなかったんですよ。チームリーダーじゃなくなった時に、ザンギさん今までチームリーダーやってて、すごいその成績も良かったし、そういう戦略的なところを任せたいし、僕も勉強させてもらえないなと思ったんで、まあザンギさんを1位指名で選択させてもらって、まあそこでね、ザンギさんの取り組みやら何やらを結構ね、学ばせてもらうっていうのが、非常に僕のその後に繋がったのかなと思います。チームメイトとのコミュニケーションだとか、割とそれまでは僕組んだチームがまあ、特に初年度はもう任せっきりでいいだろうなと思ったんですよ。空洞、孫。めっちゃ負けました。あれは本当に負けましたね。で、2年目の、響くんと美咲くんと組ましてもらった時も、やっぱね、もうちょっと、伝えるというか、もうちょっと教えたりできたらよかったのかなっていうのは、まあ、とにかくそのコミュニケーションを取るようにした方がいいんだなっていうのは、ザンギさんと一緒に組んだ時、まあ、それは思って、まあ、今でもそれは活かせてるのかなと思いますね。まさにコミュニケーションはやっぱ大事だよね。
多分この後苦労するんだろうなと思ってるのは、僕、SFL 好調の年っていうのは、最初から好調のことが多いんですよ。まあそのまま、割とペースを保っていけた。で、これが一回調子を落としちゃった時に、どうその流れを切り返していこうかっていうのは、もっと難しいんだろうなっていうふうに、そうならないように頑張ってはいるんですけど、多分絶対なっちゃう時あるんで、そうだね。そこをね、考えてはいるんですけど、どうすりゃいいのかなとか。逆に板田さんのチームは結構苦戦されて、盛り上げる必要はないかなって思っちゃうぐらいですね。でももう冷静にちゃんと分析して、範囲を分析して、ちゃんと次はこうするみたいな。もう、粛々とやるべきかなっていう。やっぱそこでワイみたいな。040になってワイみたいなことはもう、やっぱり、おかしいでしょって。まあ確かに。ワイとはどうしてもなんないなっていう。だからそこにはあんまり、別にメンタルケアみたいな、すごい例えば落ち込んじゃったみたいなことがあるんだったらね、やっぱケアすべきだし。俺もさすがに今回は落ち込んだなっていうタイミングがやっぱあったし。いやでも今後ね、選手のメンタルケアっていうのは、やっぱどんどん重要になってくると思います。というのはストリートファイターリーグの比重が年々本当にどんどん大きくなってきてるんですよ。見てくれる人も全然ストリートファイターリーグの方が大きいし、でしかもやっぱチーム戦ってこともあって、チームメイトも背負ってるから、ってなると、やっぱ一試合一試合本当に、かかるものが大きくなるから、そういうところもやっぱりケアできるような、まあ、チームの体制が整えられると、よりいいのかなっていうふうには思いますよね。だからもうなんか4人だけの戦いじゃないんじゃないのみたいなの。まあまあ、でも本当にそうですよね。視点は本当にある。相談されたり。メンタルケアとか、まあだからレジャーに関して言えば、やっぱ海外から来て、まあ日本語すごい上手ですけど、やっぱまだそれでも本人的には不安な部分もあるっていうので、まあ毎日、一応顔合わせて練習をしたりとか、ご飯食べに行ったりとかっていうのはやってるっていうか、まあ僕自身もその彼と一緒にいるとすごいプレイヤーとして上達することができるんで、あとだからアキラくんのその最初の3試合出れなかった問題でいろいろ話をしたりとか、でマンツーしたいです。でマンツーで話しましたよ。もうちょっとだから行ける時とか行けるっていうのは何かとかっていうのをちゃんとチームで話し合って話し合いを積極的にするようにしようと。まあケアっていうかその僕自身が気をつけなきゃいけないことなんだなっていうふうにも教えてもらいましたね。鳥光さんはもうやっぱマイペースなんでまああの人はやっぱ兼業っていうのもあるんでなかなか難しいんですよね。なのでまあ自分のペースでなるべくやってもらってでここ一番の時にそのいけるいけないっていうのをちゃんと話し合って決めましょうっていう感じで今のところやってますね。なんかそのバランス感覚はなんかすごい良さそうだなって今聞いてて思うし、特にそのダルシムっていうことだと、まずダルシムの組み合わせについてこっちが汲み取んなきゃいけない、分かんねえってなるからそうやっぱその結構段階が必要になってくんだよな、そのトルメスさんの解像度もめっちゃ上げようとすると、そこ逆に伸びしろでもあるかもしんないけどね。そうなんですよね。まあでもやっぱりその期間が限られてるんで、そこに向けてリソースをいかにどう使っていくのかっていうのは、まあこれリーダーの手腕に問われるのかなっていうのは思いますよね。チームメイトと、したいとしゃべるんですか？それはありますね。もうなんか結構ディスコつなぎっぱとかにして雑談から攻略話までずっとまあ言うたらこう昔からまあ交流が、あるし一緒に組んでることも多かったし。っていう状態のメンバーなんで、そういう意味ではその新たにコミュニケーションでどうこうするみたいのは特に必要ないなっていう。で難しいのはだからちょっと例えば突っ込んだ話とか意見が分かれる時にやっぱどうするかっていうのは去年フードと全然話が合わなかったってそこで合わないってあるのって
まあでも攻略の話すんだったら絶対そうなるんですよ。そう。使ってるキャラも違うし、考え方もやっぱりそれぞれあるから、そこをなんかうまく、より攻略として正しい方向に、まあ着地するっていうか、そういうのがやっぱコミュニケーション能力なんでしょうね、きっと。基本的にはまあ同じ方向でね、例えば8割はね、まあもちろんそうだよねみたいな、あるんだけど、やっぱたまに、いや、それだけは違うなってなった時は、引くわけにいかないなってなるから、で、その話し合いこそが、やっぱ、なんていうの、この競争が激しい中で、周りのプレイヤーと差をつけるポイントだと思うんですよ。みんながその同じ方向でやってるっていうのは、多分他のチームも多分大体同じような感じになってるから、差はつけられないんですよね。だからここで意見が分かれるぐらい、結構どっちが正しいか分かんないところに、どんだけ切り込んでって、活発に議論するかっていうのは、大切なところですよね、きっと。フードもやっぱもちろん強かったし。ちょっとフードは勝ってるもんだから、あいつが正しいみたいな。正しそうじゃんか。で、いや、なんか今のは流しちゃダメだなってなった時に。でもそこだけはちょっと違うんじゃないか。いや、ここは違くねって。絶対あるはずだ。で、フードも引かない。フードも結構なんか自信があったり時とか、引かないみたいになっちゃって。まあ、言ったら、まあ、健全的に口論が始まる。でもこれは、やっぱり、まあ、必然というか、必要経費というか、やっぱ大事な工程なのかな、とは俺は思ってる。流しちゃダメ。それはどうなんですか、最終的に。その局面。いや、それやっぱり、着地しない時もあった。ただ、結構着地できたこともありましたね。そう。実はこうなんじゃないのみたいな、そのお互いの意見がしっかり交わった時もあったんで。チームリーダーになる人だとしたら、なんかアドバイス。敵にアドバイスを送るんですかそんな気になる言いますもっとあれじゃない、広くリーダーみたいなポジションになった時にってことじゃない？やっぱチーム戦っていうと、やってることは個人戦なんですけど、格闘ゲームっていうのは。でも、やっぱそのチームメイトそれぞれの試合もあるし、総合力が問われる、結果として問われることになる。そこで、やっぱ大切なのは、チームのみんなの熱量を一致させるようなチームにしたいなっていうふうには思ってますね。だからリーダーはそのチーム全体のその雰囲気を作る立場にいるので、まあ、そこを自覚した上で日々なんか生活するといいのかなっていうのは一般的に言えるのかなと思いますね。まあこれも抽象的に一般的にな形になるかもしれないんだけど、やっぱ受け手側の、まあ、気持ちにしっかり立つことっていうのも結構大事かなとは。やっぱみんなそれぞれやっぱ立場だったり重くが全然違うので、まあ大体こんな感じでしょと思ってたら、話聞いてみたら全然違うのみたいなのってやっぱりあるんで、あんまりそういうのもこんななんか決めつけずに、まあ、意識を持ってコミュニケーションを密にするみたいなことがポイントかなというふうには思いますね。はい、最後のテーマとなりますが、私、トキドは1985年生まれの39歳。そしてザングイさんは、1981年の43歳のいわゆるおじゲーマーでございます。では今回はね、そこの、テーマに沿ってちょっとお話を伺っていきたいと思います。まあ我々、順調に年を重ねている割には、若手が台頭するこのゲームにおいても、カプコンカップ出場を決めれたというのは、まあね、ちょっと驚きというか、まあ自分では結構びっくり。で、カプコンカップを取れた理由？それで言ったら、例えばスト5とかって、やっぱオジの経験値で結構勝ってるみたいなところで、オジが強かったみたいな。で、スト6もその要素は絶対あるはずなんで、一個思ったのは、横対戦。だからそんな別に大きなウェイトじゃないんだけど、横対戦でやっぱりなんかね、もし今攻めてきそうだなみたいな気配とか、絶対出るなと俺は思ってるんですよ。ちょっとオーラとかっていう言い方するとすげえ曖昧になっちゃうんだけど、でもまあオーラっすよね。ゲーム中じゃなくてもなんかこう姿勢を正したりとかして、改めてこうなんかこういう風になった時って、なんかその人の思惑があるからそうしたわけでみたいな
そう。ザンギさんうまいっすもんね、5対戦。だったり、時々も結構そこは、ジャパンプレミアで勝ったっていうのもね、例えばちょっと環境的にもね、ジャパンプレミアは、ちょっとバタついてた部分もあったりとか。ああ、そうですね。そう。で、例えばちょっとラグがあったんじゃないかみたいなことも、結構ベテランだと臨機応変に対応したりとか。僕、ラグ台得意ですねえ、そうだよね。そう、だから。率先しても早くこの台でやろうっつって。トモロックさんこれでもやりますよ、俺ら。つって。なんかそれも多分ね、なんか癖だったり経験だったりとか。うん。でも多分今のスト6、若手プレイヤーとかが、そこまで考える余地はさすがにないんじゃないかっていうぐらい、ちょっとマニアックな要素。でもそこを王子たちはね、やっぱ経験値があるから。ECT どうでした？いや、でも程よい緊張でちゃんと、ほぼベストに近い状態できたかもしれない。内容もやっぱ良かった。そう。そこの緊張とか、本番の入り方みたいなのも、やっぱそこも経験値が、まあ絶対にあるはずなんで、活かせたケースになったかもしれない。ただ逆に衰えた部分とかっていうので言うと、やっぱでも集中力だとか、その闘争心だとかっていうのは、持続しなくなってるのかなとか。まさにそれ言おうと思ってました。集中力。スト6は集中力めっちゃ大事で、例えば3先3回とか4回とかやるんだけど、これ以上やったら、まあ、やる時もあるんだけど、絶対集中力が100% ではないっていう。いやね、これね、集中力の管理ってのはね、絶対あって、バーンアウトしちゃダメですよね。バーンアウトしちゃダメだし、スト5とかは楽な時は楽で、楽なとこをちゃんと見つけるのがみんなうまかった気がする。特におじたち。スト6はね、そう思うところやっぱ結構少なくて。気抜いてるともういきなりドライブラッシュで寄ってきて。そう、すいませんってなっちゃうから。そう。手を抜くところっていうのが、まあ少ないゲームでは絶対あるので、難しいんだよな。俺結構ゲーム好きだからやりすぎちゃうんだよな。だからそこも多分、ちゃんと管理した方がいいよなと思って、むしろちょっと気をつけてるぐらいの。それはまあ自分の課題なのかなと思って。ゲームかなっていう話。まあ5に比べたら、やっぱりその、若手向きというか、いろんなところに意識を避けるというか、いろんなところに反応しなきゃいけないゲームだと思うんで、若者向けには作ってあるだろうなっていうのは感じますよね。他に衰えたザンギさんは目ですよ。俺はもうトパンガ周りではザンギさんはもうきついだろうねっていう。好きすぎるでしょ。で一緒に、シグネイターの番組に出させてもらった時に、ザンギさんが「いやちょっと目がね見えなくなる」とは言わなかったんですけど、なんだっけ、もうちょっとゲームできないなって思う時があって、ちょっとポロッと言っただけですよ。それをボングが番組終わった後に「ああもう終わったね」みたいな。そんな言い方だったっけって。でも大丈夫なんですよね、今。大丈夫。それは良かったっす。なんかそのね、その頭だったりとか、例えば手だったりとかがやっぱ特にメインで使うパーツだとして、そこが良ければ大丈夫なのかなと思ってたら、ちょっと目は盲点だったんだなっていうふうに俺は思ったっていう。なるほど。そう。目が本当にしんどくなることによって、特にスト6みたいなアクションゲーム性の強いものは、さすがにきついだろうなと思って、その体調が万全じゃないと、引退せざるを得ないわ。マジであるなっていうふうにちょっと思ってるっていう。野球選手目から来るって言いますよね。そうなんだ、やっぱボールが。体じゃなくて。でもそういうところも含めて、やっぱ、広い意味で体調管理をしっかりするっていうのは、絶対ね、選手生命を長く持たせるプラス、パフォーマンスを出すためにも普段からもうめっちゃ大事だと思うんでね、特に気をつけて、自分はちょっとここがまだ全然甘いなと思ってるんで、伸びしろかなっていう。であと一つ、引退は考えるっていう、このもう見てください、このカプコンカップ出てる我々に引退は考えるって。他のスポーツ選手だったら引退してほしい。
スポーツだったらでもそうかもですよね。まあ、例えばでも出ちゃってるからな。確かに。ちょっと、そのうちはだからできないですよね。休むわけにいかないしな。まあでも、ザンビさんもそうだと思うんですけど、ゲームをプレイするっていうこと自体は、もうね、楽しくてしょうがないと思うんですよ。だからゲームのプレイ自体は、もう何歳になってもやりたいなっていう気持ちは、みんな持ってると思います。で、これ僕の場合は、そこにスポンサーさんとかが興味を持ってもらえてるうちは、プロとしてやっていきたいなっていうふうには思ってますよね。なんかやめたいなとか、やめなきゃいけないんだなっていうことを思ったことはないですね。そうですね。考えたことないわけじゃないなっていう感じですね。ただ例えば勝てなかったらクビだし、勝てたら奥なんですよ。このすごい幅があるんですよ。首から奥まであるって、これもね俺よく言ってんだけどね。この幅すごくない？そうなんでしょうね。そうですね。こんななかなかないこの幅。ここで楽しんでるってのがね、できてるっていうのはやっぱね、めっちゃいいことだと思ってね。もっと面白いことがあったら引退するのかもしれないけど、スト6はやっぱ全部もやっぱ楽しくて、まだまだ楽しくなる要素あるんじゃないかなっていうぐらい、その渦中でやれてるっていうのはね、もう本当ありがたいことだしね。だからこそもっともっと貢献しなきゃいけないなっていう気持ちにもなるし、ダイヤッポもまだまだ引退できないですね、そういう意味では。ただ一気に勝てなくなるケースも全然、だから俺は今こそ、いや出ちゃってるからな。そう来年もう本当にこんな感じで全然もうすいませんでしたっつって、いやちょっとこれ長く続けさせていただきますってなってる可能性は、来年出れない確率の方がやっぱ高いだろうなっていうふうには僕ら思ってるんで、だから粛々と頑張り続けて、食らいついていきたいなっていうふうに思いますね。もう食らいつきっすね。はい、本日の動画は以上となります。板橋残業さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。なかなか濃厚な話ができて、面白かったです。楽しかったです。楽しかったです。何か告知などはございますか？そんなないっすね。SNS だったり YouTube だったり一応持ってるんで、これねチェックしていただけたら嬉しいななんて思います。よろしくお願いします。我々が出場するカプコンカップ11がですね、2025年3月の5日からここ日本の両国国技館にて、始まります。世界中から本当にストリートファイター6の強豪たちが集まるものすごい祭典となりますので、皆さんお見逃しなく。そして僕たちの応援もよろしくお願いいたします。お願いします。優勝賞金100万ドルです。そうですよね。48分の2は一応我々で抑えているということになりますので、皆さん本当にねご注目ください。それでは本日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。また。